Hey guys, こんにちは、ゆいです。今日は休みの日の一日について朝から夜まで話していきたいと思います。生活でよく使う日本語がたくさん出てきます。字幕をつけています。難しい言葉、単語は概要欄に解説をつけているので合わせてチェックしてみてください。ぜひ最後まで見て勉強してもらえると嬉しいです。それでは、始まり。日曜日は朝10時に起きました。少し遅いですね。休みの日なので、二度寝をしてしまいました。二度寝。一度目を覚まして、もう一回寝ることを二度寝と言います。今日、二度寝しちゃって仕事に遅れちゃったんだよねとか、私は朝いつも二度寝しちゃうんだよねみたいな形で使います。朝起きて、朝ごはんは、ご飯とお味噌汁と目玉焼きを食べました。その後、公園に友達とピクニックに行きました。最近は天気がいいので、結構友達とピクニックに行くことが多いです。公園に行く前に友達とコンビニとマクドナルドでお昼とおやつを買いました。マクドナルド。マクドナルドは、日本で住んでいる場所によって呼び方が少し違います。知ってますか？東京の方に住んでいる人は、マクドナルドのことを、マックというふうに呼びます。呼ぶ人が多いですね。大阪の方に住んでいる人は、マクドナルドのことをマクドと呼びます。面白いですよね。皆さんの国には呼び方の違いなどはありますか？私はマックっていう風に呼んでます。マクドとはあまり使わないですね。私はいつもマックって呼んでます。マックのポテトを買ってピクニックに行きました。この写真可愛くないですか？友達と3人でピクニックに行きました。その日は晴れの予報だったのですが、突然雨が降ってきました。屋根のあるところに避難しました。屋根の下に行きました。土砂降りでした。雨がたくさん降っていて、目の前が見えなくなるくらいの雨のことを土砂降りと言います。土砂降りです。例えば、家の窓から外を見て、土砂降りだね。今は外に出ない方がいいよ。もう少し経ってから外に出かけよう。みたいな形で使います。逆にパラパラと少しだけ雨が降っていることを小雨と言います。小雨です。例えば、小雨だから傘は持たなくて大丈夫だよとか、小雨だからそんなに濡れないよというように使います。天気の表現はいろいろありますね。少し難しいです。ピクニックの話に戻りますね。突然土砂降りになったのですが、雨はすぐに止みました。雨はすぐに終わりました。レジャーシートを、レジャーシートを床に引いて、レジャーシートの上でご飯を食べていたのですが、雨のせいで地面が濡れてしまいました。地面が濡れてしまったので、私たちはカフェに移動しました。カフェでコーヒーを飲んでおしゃべりをしました。途中雨が降って大変でしたが、とても楽しかったです。皆さんはピクニックしますか？天気の良い日に公園でピクニック。楽しいですよね。バーベキューとかする人もいるんですかね、国によっては。私たちはピクニックをしました。たまに家族とバーベキューをすることもあります。バーベキューはお庭とか、あと川ですることが多いです。ピクニックが終わった後、私は電車に乗って6時くらいに帰りました。ピクニックでたくさんご飯を食べたので、お腹いっぱいで夜ご飯は抜きにしました。夜ご飯は食べませんでした。夜はネットフリックスを見ました。
私は最近、英語の勉強をしているので、英語でドラマを見ました。言葉の勉強はすごく難しいですよね。皆さん日本語を勉強していてすごいです。私も見習って頑張りたいと思います。その後、お風呂に入って歯を磨きました。次の日は月曜日で朝早かったので、10時ぐらいにベッドに行きました。結局、10時ぐらいに寝てしまいましたね。すぐ寝てしまいました。少し早いですね。ピクニックでとても疲れました。とても楽しい一日になりました。はい、今日の動画はここまでです。皆さん、どのくらい聞き取れましたか？生活でよく使う日本語がたくさん出てきたと思います。マクドナルドの呼び方と、あと天気の呼び方、雨の降り方、土砂降りと小雨についてもぜひ覚えてもらえると嬉しいです。難しい単語は概要欄に書いておいたので、合わせてチェックしてもらえると嬉しいです。今日も最後まで動画を見てくださってありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ゆいでした。バイバーイ。